皆さんこんにちは、ともみです。今日のテーマは思い切ってです。似てる言葉がいろいろあって覚えにくい日本語の一つかもしれませんね。なので今日はこんな感じで話したいと思います。まず、切るという日本語にはいろいろな意味があります。一つ目はシンプルに物を切る、野菜や、紙を切るなどですね。はい、物を切るという意味です。二つ目は思いを切る、つまり決断するという意味があります。三つ目は使い切る、飲み切る、食べきるなど最後までしっかり全部やるという意味があります。これは1番2番の意味の後から生まれた日本語と言われています。今日は思い切ってをテーマにしますが、似ている表現で思いっきり何々するという言葉もあります。多分皆さんこの2つの日本語でどっちの意味かわからなくなってしまう人が多いかと思うので、少しだけ説明します。思いっきり何々するという表現は力をすべて使い切るぐらいのすごい力で何かをすること、つまりフルパワーですね。もうフルパワーで何かしたり、いつもよりひどく何かをすると言いたい時に使う表現です。例えば遊園地でジェットコースターに乗った時、思いっきりキャーと叫んだとか、彼女が怒って車のドアを思いっきり閉めたとか、あとあんまり良くない例ですけど、料理をしている時に電話がかかってきて火をつけっぱなしにして、料理を思いっきり焦がしちゃったなど、このように使います。思いっきりですね。はい、では次は今日のテーマ、思い切るや思い切って何々するは、あれこれ考えたり悩んだりするのをやめて勇気を出して決断して行動するという意味です。この思い切るという表現は1000年ぐらい前からずっと使われているそうなんですが、最近は辞書形で思い切るという形で使うのは少ないと思います。大抵、例えば大抵思い切って一人旅行に行くことにした、勇気を出して一人で旅行に行くことにしたとか、ビジネスを始めるなら思い切った行動をしないといけない時がある。ビジネスを始めますからいろいろ怖がらずに決断して勇気を出して行動しなきゃいけないということですね。このように思い切って何々するとか思い切った何々という形で使うことが多い表現です。私はこの思い切ってという表現がすごく好きです。やっぱりちょっとでも興味がある、やってみたいと思ったことは素直に心に従ってやってみた方がいいと思います。失敗が怖くて、私もなかなか挑戦できないこともありますけど、失敗は経験、成功は自信と考えれば、なんだか何でもできるような気がしてきます。はい、ではここからはリスニング練習です。日本語で文章を表示しますから、見ながら聞いてもいいですし、リスニングに自信がある人は何も見ないで聞いてみてください。そしてこのリスニングが終わったら、練習問題がありますから、その問題もやってみてください。はい、ではリスニング練習をしましょう。高校生の頃、一人で行動するのは恥ずかしくて苦手だったんですが、夏休みにすっごく暇で思い切って一人で映画を見に行ったのをきっかけに、
一人カラオケ、一人焼肉、一人バイキングなど何でも一人でできるようになったおかげで、大学生からは一人旅行もできるようになりました。そして29歳の時、思い切ってワーキングホリデービザを取って、ほとんど何にも計画しないでオーストラリアに行ったことが人生最大の挑戦だったと思います。私はもともとホテルや旅行会社で働いていたんですが、あの時思い切ってオーストラリアに行っていなかったら、今頃まだホテルで働いていて、日本語の先生にはなっていなかったと思います。人生って時々意外な道に進むこともありますよね。皆さんも思い切って行動して良かったことはありますか？一つ一つは小さいことでも、何かに思い切って挑戦するとできることが増えたり、新しい発見があったりして人生が豊かになるのかもしれません。今年はまだ始まったばっかりですから、何か一つ小さいことでも思い切ってやってみましょう。私も次の冬に思い切って一人でスノーボードに行くのが目標です。はい、ここからは練習問題です。1番は括弧の中の漢字から始まる言葉を自分で考えて文を完成させてください。2番は括弧の中に入る答えを1番から4番の中から選んでください。はい、ではもっと時間が欲しい人はここで動画を止めてもう少し考えてみてください。では答えを見ましょう。1番、思い切って好きな人に告白しましたが断られてしまいました。思い切って好きな人に告白しましたが断られてしまいました。1番は断られましたという答えでも正解です。でも断られたらやっぱり残念な気持ちがありますから、断られてしまいましたと言った方がいいですね。2番、気持ちを変えるために思い切って髪を切ったらすっきりしました。気持ちを変えるために思い切って髪を切ったらすっきりしました。皆さん嫌なことがあっただけではなくて、新年のために新しい気持ちで何かを始めたいという時はやっぱり髪を切る人も多いと思います。私もよく気持ちを変えたい時、あと新しいことを始める時は髪をよく切ります。では次は3番4番です。3番4番は括弧の中の漢字から始まる答えを自分で考えてみてください。ではもう少し時間が欲しい方はまた動画を止めて、考えてみてください。答えを見ます。3番、思い切って行動しなかったらチャンスを逃してしまうかもしれない。思い切って行動しなかったらチャンスを逃してしまうかもしれない。はい、3番もさっきの1番と同じように逃すかもしれないと言っても正解ですが、チャンスを逃すのはあまりいいことではありません。残念なことですから、逃してしまうかもしれないと言ってもいいですね。それからこの逃すという漢字は逃げるとも読みますね。逃げるは何か悪いものから走って遠くへ行くこと。逃すはいい機会をつかめないということがチャンスを逃すという意味です。4番、白髪が増えてきたので思い切って真っ白に染めたら意外と似合った。白髪が増えてきたので思い切って真っ白に染めたら意外と似合った。実は私も最近頭の横側の白髪が
急に増えてきてしまって、このままだともう10年後には頭が真っ白になりそうですから、白髪が増えてしまったら私もこの文章のように頭を真っ白に染めるかもしれません。はい、では次は5番6番です。5番6番は文法の問題です。括弧の中に入る答えを1番から4番の中から選んでください。はい、ではまたもう少し時間が欲しい人はここで動画を止めてもう少し考えてみてください。では5番の答えを見ます。思い切って留学に行くからには英語がペラペラに話せるように頑張る。思い切って留学に行くからには英語がペラペラに話せるように頑張る。はい、これはかなり難しい問題だったと思います。からにはを使うときは自分の強い覚悟や強い意志を表現したいときに使う、とても熱い熱意を感じる文法です。はい、では次は6番。思い切って挑戦を続ける限り、失敗は経験に変わり、成功は自信につながるはず。思い切って挑戦を続ける限り、失敗は経験に変わり、成功は自信につながるはず。はい、私は本当に強くこう思っています。皆さんも失敗をあまり恐れず思い切って挑戦を続けて自分を磨いていきましょう。では今日はここまでです。皆さんお疲れ様でした。